最初はこう前だけの動きだけ見てたんですけど、そのうち徐々にちゃんと同じスピードでも後ろがしっかり動いているのが分かるようになって、でそこのしっかりここに後ろに荷重が乗っているので、そこでアクセルを入れたら何か起きるんじゃないかと思ってやっていたんですけど、でやっていたのがこういう難しいで、このちゃんと回ったところでアクセルを入れたらこういう動きになってきて、ちょっとずれてますけど、でこれをちょっとまたちょっとずつ感じながら変えていっていたら、なんでしょうね、これが言葉にまだできていないんですけど、こういう感じになってきて、これなんだろうな、この前をなんか変にこう余計に沈ませないで、こうなんだろうな、なんていうか、前を中心に後ろがこう走ってくれるような、こういうことがこういうなんだろう、これがなんて言えばいいんでしょうね。これが何なのかがちょっと分かりませんけど周りを見るをしっかり責任を持って教えてください喋っていい感じですよね。今スラロームをやっていまして、以前から、東西同じスピードでやっていて、最初はこう前だけの動きだけ見てたんですけど、そのうち徐々にちゃんと同じスピードでも後ろがしっかり動いているのが分かるようになって、でそこのしっかりここに後ろに荷重が乗っているので、そこでアクセルを入れたら何か起きるんじゃないかと思ってやっていたんですけど、でやっていたのがこういう難しい、大丈夫ですか？でこのちゃんと回ったところでアクセルを入れたらこういう動きになってきて、ちょっとずれてますけど大丈夫ですか？ちょっと考えてたんですね。いや一応考えてはいたんですけど、でこれをちょっとまたちょっとずつ感じながら変えていっていたら、なんでしょうね、これが言葉にまだできていないんですけど、こういう感じになってきて、これなんだろうな、この前をなんか変にこう余計に沈ませないで、こうなんだろうな、まだ綺麗にはできないんですけど、こうなんでしょう、なんて言えばいいんですか、前を中心に後ろがこう走ってくれるような、こういうことがこういうなんだろう、これがなんて言えばいいんでしょうね。これが何なのかがちょっと分かりませんけど、ただこれをこういうことが分かったからといってグリップに今度落とし込むとまだうまいこと扱えていないみたいな。ちょっと幅の広いやつにしようとするとこれもまだわからないんですね。乱れてしまう。
とはどうなんだっけな、パイロンを置いてした時に正しいのかな、分かんないんですけど、ちょっとアクセルがちゃんと車が曲がっていないのによくアクセルを今まで踏んでいったんじゃないのかなっていうのがこう公園で練習してた時に感じたのがありましたね。パイロン置けばいいのかな。なってない。ならんす。そうです、同じリズム。ひたすらアクセルはまずはアクセル同じで。そうですね。ちょっと待ってください。これ動かん。はい、アクセル一定で走らせるですね。はい。そうですね、最初の頃はそのアクセル一定のつもりだったけど結構アクセルが動いていたという指摘を受けました指摘を受けました気持ちは一定のつもりだけどこれで重要なのですか。言いたかったのかってことですね。確かにこれで感じてほしかったのは、私は同じスピードでもちゃんと前後動くんですよ的なところだと思ってるんですけど、ちゃんとこのピッチングが起きてちゃんとハンドルを入れて抵抗ができればピッチングが起きて荷重が前後にしっかり回るっていうのを感じてほしかったんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、いや今までそれさえしっかり感じれてなかった、これをしなければ感じれていなかったんではないかと。はい、気づいたっていうことですね。はい。そ
そうですね。これが回れば、これはあれでしょ、やっぱそう。待って、それだけなの。こうちゃんと後ろに回ったのを使ったら何か起きるんじゃないかなってはけど、やべ、また動かしてすぐ動かして。わかりました。山本さんのアドバイスにより、周りがもう少し見えればいいですよねということだったので、ですがですねですが、まだ車の動きばっかりよって、まだ周りまで感じることが一切できていません。それはどういう感じで走らせればいいのか。周りまで見る感じ、余裕を持たせればいいのという、余裕を持った走りをすればそういうことができるということなのか。なんだろうな、そうですね、私が分かりやすいように教えてくださいそう全く分かりません。どこに行ってるか分からなくなるそれはどういった感覚をなんだろうなと、ずっと自問自答して何も答えれませんでしたはい難しいですね。いや本当に何もまだつかめてなさすぎて、前にも吉沢さんになんかちょっと似たようなことを言われて、ですね、やってたっていうか、その集中しすぎて、そのミニキャブのタイヤがパンクしているにも気づかないような感じの今走りなのでそんな人間にも分かるような説明でお願いします。いや本当は周り見えないんですよね。周りが見えない。そうですね、そこまで余裕ないんですよね、周りまで見れる余裕のある走り、いや全くイメージがつかないんです。その前ですか。その前はあったかな。そのなんだっけ、私が感じたやつですよね。でスピードが来て、
でこのぐらいですかって来たんです。はいはいはい。で他に何か感じたことがあったらちょっとしたことでもいいので教えてくださいって来たんです。聞き方が下手くそですよ。わからんけ教えろよ。答えて。できたんです。感じてることはいっぱいありますよね。感じることはあるんですけどね、うまいことわからんことです。そうですなかなか言葉にならんのですよ。やればできるんですよね。使い方わからんけど使えない。そうなんですよ、使い方が全くわからんですよ。これが何につながるのかがわからない。周りを見てくださいって言われてそうです、余裕がないのでまだ全く余裕がない。でもわからない人はわからないっていうのを言わないと。寝てやりましょうよ。網を見るってこういうことですかっていう。周りを見るってどういうことなんでしょうね。はい。周りを見るってこういうことかなっていうのをマジですか。ちょっと待ってくださいね。一回ですね、いや難しいな、あの感覚にはならないんですよね、なかなか。何しょった時だったかな、何かをしょった時に周りをちょっと自分で見れてるなっていう、これかなっていうのはあったんですけど、はいはいはいしてたんですけど、いやでもつかめてないから分かってないんですよつかめてないんですよねつかめてないとですよだけ。はい。はい。いやでもね、つかめてない、つかめてないから、だってそんな感じになるのかがまだ分かんない。何やったかな、そんな感じだったと思うんですけど、どういう時に見えたんだろうな、なんかそんな感じに一瞬感じれた時があったような気もするけど、まあ、つかめてないからですね。あ、そうですよ、多分。いや、その時ですよ。でもなんかこう全体がこう見えて、こうラインっていうか、なんかこんな感じに走ったら、あ、なんかいい感じだなっていう感じがあったけど、はいはいけど、まあつかめてますどうしてそういう感じになったのかは分かります。じゃあ出てこないですこれじゃないかというか感じさえ出てこないので、ちょっとすみません、もうちょっとすみません、マジ申し訳ないいや考えながら走ろったけど、そういう感じに全くなんないですね。周りを見ると全然そういう簡単な理由じゃないはずなんです。簡単本当ですね。山本さん、もうちょっとレベルの低い課題から
お願いします。いやマジわからん。実車の運転でも確かに周りを見る余裕を持って運転できるようになるまで結構かかります。そうだと思いますよ絶対。いやわからんすよね。免許取り立てでいきなり道路出てはい周りを見る危ないっすよね。絶対危ないと思う。逆に危ないと思います。分かっちゃうからですね。分かってるから。でもそういうことなんですよ多分ね。でもそういうことなんだけど分からんとですよ俺に。だから無理ですって言った方がいい。無理ですって言わないとわからないですね。そう分からないんですよ。でも大きすぎるんですよね。でも大きまとめるでもそういうことなんでしょうけど。初めて免許を取って、周りを見る余裕が持てるようになった時、そうなんでしょうね。でもやっぱ周りを見ようって努力をして少しずつ見えるようになっていくんじゃないですか。でもそうですよね。そうですよ。そういうことなんでしょう。最初必死に目の前の、ね、車線をはい走るとか、前の車のブレーキランプを見るとかっていうのを一生懸命多分とか標識とかをはい最低限見て運転しないといけないところを一生懸命見て運転して周りも見らないかんようなバックミラーとか言うんじゃないですか。あその前に進み寄ってもあはいはいバックミラーを見るじゃないですか。見ますね。サイドも確かに最初の頃ってバックミラー見る余裕すらないようなないような気がしますよ最初の頃は。最初の頃はですね。で、バックミラーもやっぱ後ろの車とかも気にせないかんよみたいなのがあって、あ、そうなんだって言われんと気づかんじゃないですか。だから言われたりとか気づいてない人はずっとバックミラー前にずっと気づいてない可能性はあります。ありますよね。おばちゃんとかですね、たまに高速道路に乗ってるのにサイドミラー畳んだままとかやばいじゃないですか。どうやってリポしてきたんでしょうね。そうそうそう。でも多分環境になかったんでしょうね。なんでしょうね。見るっていう環境で、多分ヒントをもらって、あ、後ろを見てバックミラー見て運転する人がいるんだ。そうですね。そう言われればちょっと後ろもやっぱ見た方がいいよねって言って見るようにして後ろがちょっと気にできるようになって、で慣れてきた人とかで歴が長い人とかが景色を見ながら運転したりとかしてる、景色とかそういえば見る余裕なかったよね、こんな感じなのちょっとずつこう広がっていく感じになるんじゃないかなと思うんですよね。いきなり周りを見るって言われてもラジコンの場合周りは見えてるけどそうですよ。見えてはいるんですけど。まあでも車の運転も一緒ですよね。景色見えてるはず。まあ見えてはいますよね。確かに。ただ意識しているかしてないかでその景色が綺麗なところに気づくか気づかないかとかは、はい。見えてても気づかない人は気づかないかもしれない。けどかそれと一緒だと思うんですよね。ってことは周りを見る何からしたらいいと思います？周りを見るの何からしたらいいのですかね。ちょっと待ってくださいね。見えてるわけですよ。ラジコンの場合確かに見えている中から見るべきものがあるんだと思うんですけど。見るべきもの。何からしたらいいの？見えているけど見えてますもんね。見えてるんですよ。意識できない見えてるけど車に行っちゃうんですよ結果。だから運転してても景色を見る余裕がない人は見えてるんだけど結果前の車のテールランプ見えてるんですよ。そういう状態の時にどうしてるんでしょうね。景色を見るその人が見るようにするためには何をさせたら景色が見れる？何をし
空見えるようになるんでしょただ景色見てってたら逆にその人の運転危ないですよ。うね。危ないですよね。だから多分ただガードレールを見てくださいって言ったら、いやもうそのコントロールができなくなる。できなくなりますよ。コントロールはできない、やりながら、今まで通りやりながら、意識をもっと他のところにも意識が広げれる。難しい。いや、先を見るとはまた違うんですかね、これの感覚は。先を見る的なことではまたない。車はコントロールできながらですね。はい。先を見る。先は見えてるじゃないですか。スラロームだったらもうつけて見えてますもんね。そうですよね、確かに。なんだろう。気が見えてますね、確かに。コースじゃないかもですね。確かにスラロームだと。200字詰めの原稿用紙5枚にまとめてちょっと出してもらっていいですか。定義を周りを見るっていう定義の作文を原稿用紙5枚ぐらいにまとめて書いてきてください。いや、やっぱ教える方が悪いですね。いや難しいですよ。いやでもできるようになると当たり前なんですよね。そういうことなんですよね。だから本物の車の運転も今だとほら景色が綺麗なところとかは「うわー綺麗ね」とかって見ながら運転できるじゃないでですか。きますもんね。そう当たり前でできるじゃないですか。そう、当たり前にできる。それができない人にどう教えるかです。どう教えるかですよね。いや、分からない人には怖くて見れないですもんね。そんなとこ。景色なんか見たくなります。ありますもんね。でもそれではその人はいつまでたっても景色は見れないんですよ。どうしたらいいですか。どうしたらいいんでしょうね。本当ですね。なんでできるようになったんでしょうね、それ。いやー、確かに前しか見れてなかったと思いますもんね、最初の頃なんか。でも見えてるんですもんね。景色も見えてますもんね。見えてますよね。運転してる時。何がそこに余裕を生んだんでしょうね。まあ慣れ経験値が当然ありますよね。ありますよね。だからずっとこれをずっと同じペースで無理せずにずっとやってれば先も見えるようになるのかもしれないですね。まあ可能性ありますよね、もしかしたら。でもまあ効率悪いですよね。まあ悪いですね。自主の運転は嫌でも運転せないけんそうそう、あれだけど毎日のようにするから。効率よ毎日こう来てできるわけでもないからですね、それが。く相当な時間かかるんですよ。実車のその感覚の仮に免許取って3年目ではい。ちょっと周りの景色見る余裕が3年かからなくて1年ぐらいとしても。1年ぐらいやっぱ見れるんですよね、周りの景色。はい。見れると思います。365日っていうか、365回今度はその日に達成ないってことですからね。いやー、もう無理ですね。何歳になってるかわからんですよ、もう。でも俺はですね、うちの親父がはい。前見ないんですよ。見えないんですか。でそれって車の運転を免許取る前にはい。横に乗ってるじゃないですか。前見れよっていつも思うよ。はい。危ない。もう親父周りしか見ないんですよ。はい。なんでこれで運転できるのかなって。はだから自分が免許取って初めて車を運転するじゃないですか。はい。周りを見るんですよ。周りを見て運転できるんですよ。なんですかそれ、どういうことで、自分の位置感覚がもう空間の中から分かってるから、もう周りを見とけば走れる的な。いや、どうなんでしょうね。なんか逆に自分が運転するようになって思ったのが、はい。周りを見てた方があ目の前にまっすぐ進んでるんですけど、ー、はい。結局横からなんか飛び出してくるかもしれんし、後ろから来るかもしれんし、逆に後ろの状況が分かってなくていきなり自分がブレーキ踏んだら突っ込んでくるかもしれんし、周りを見て
で見たので配置を答え合わせするみたいな。そういうこと。はい、この道路の幅のところに自分の車がこのくらいの幅で走ってて、でこのくらいのスピードで走ってて、でここで急ブレーキを踏んだらこのくらいの距離でしか止まらなくて、ここからアクセル踏んだらこのくらいの加速度で加速して、で次のカーブがこのくらいのカーブだからこのくらいのスピードまで減速して、でその時に後ろの車がどのくらいの距離、どのくらいのスピードで走ってるかっていうのを目で確認する機械、それを頭の中に入れ込んでいって動かすみたいな。結局周りを見てることの方が安全だっていう感覚があったような気がしますね。でもそういうことなんだね。そういう感じになってるんでしょうけどね。そういう感覚で本当は車を運転して。でもそれはうちの親父が本当に自分が運転する前は前見るよっていつも思ってた。でほら母の方ははい。やっぱ前を見てるんですああ。よ。でも運転したことない自分からすると前に進み寄るんだから前を見るのが当たり前です。はい。それが当たり前と思って親父は前見ないって言って危ねえねいつも思いながら、でも事故とかしないんですよ。何なんだろうって。はあ。だからその時点でもちょっと思ってたのは道を覚えてるはいはい。だろうなと思ってたんですよ。だからどこでも地図なし、昔ナビなかったあ、本当ですね。だから景色とかを見て自分が道を覚えるために見てるって思ってたんですよ。そうだったのかもしれない。はい。とにかく前を見てない車前に進んでるのにそういうのがあったんで、乗った時には自分はそういう感覚だったんですね。周りを見る余裕とかじゃなくて周りを見るのが当たり前。周りを見てたらやっぱり前の状況は逐一変わるので、はい。周りを見てるって言っても真横を見ても目の中には入ってるんですよね。あ、まあ確かに。方向の絵もだから見てないわけではないんですよね。頭の中でやっぱりはめ込んでいって、この辺このぐらいの車距離で前の車が走っている。でそこに視界のちょっと端っこの方って認識しにくいじゃないですか。しにくいですね。でも動きは分かるわけですね。はい。でそこでなんか動きが流れが変わったりしたら見ればいいだけなんです。全くこの視界から進行方向の、が見えなくなるほどは見えないですよね。だから絶対視界の中には入ってるんですよ、進行方向。でもそこだけを意識しない感じがその頭の中ではめ込んでいくと自然にできるというか、何かが起こっても視界の中にある分だったらはい。違和感を感じてそこを見れば対応ができる。これは自分難しいな。一緒なんだろうけど、それをどうしたらできるのかは分からない。それが分かんない。それは村本先生が言い出したけん責任教えてもらいましょう。責任持って教えてくださいってちょっとマイクにアップして言ってください。周りを見るをしっかり責任を持って教えてください。